こんにちは、こんばんは、おはようございます。ひこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語についてゆっくり話すので、楽しんでくれたら嬉しいです。皆さんのリスニングの勉強になればいいなと思います。今回のテーマは、空気を読むです。空気を読むというのは、簡単に言えば、相手の気持ちを考えること、その場の雰囲気を壊さないように振る舞うことです。でも実際、空気を読むって何でしょう？これって日本だけの文化なんでしょうか？海外でも周りのことを考えるのは普通じゃないの？と思いますよね。実は空気を読むという行動自体は世界中どこでもあるんです。でも日本ではそれが特別に強く求められる社会になってるんですよね。今日はその理由を3つに分けてお話しします。では1つ目。日本語ってすごく曖昧な言葉なんですよ。はっきりと言葉にしないことが多いですよね。例えば、友達をカフェに誘ったとします。あなたがカフェに行かないって聞いたら、友達がこんな風に言いました。今日はちょっと。さて、これって友達は行きたいのでしょうか？それとも行きたくないのでしょうか？言葉では行かないとははっきり言ってないけど、行きたくないような空気を出してますよね。つまり日本語では本当の気持ちをはっきり言わないことが多いんです。だからこそ何を言ったかじゃなくて、どういう空気か、相手が何を考えているかを考えることがすごく大事なんですね。これが海外の言語とちょっと違うところかもしれません。海外でははっきりと断るのが普通ということが多いですよね。海外だと言葉通りに受け取れば OK で、あまり深くは考えません。行きたければ行くというし、行きたくなければ行きたくないと言いますよね。2つ目、日本にはみんなと同じがいいという考え方があります。日本は和を大事にする文化です。つまり、みんなと仲良くする、周りと合わせることがすごく大切にされます。例えば、クラスで先生が学生たちにこう言ったとします。この問題、わかる人？難しい問題なので、みんな他の人が答えないなら自分も答えなくていいと思っています。それに目立ちたくない、間違えたら恥ずかしいとも思っています。誰も手を挙げないので先生がイライラし始めました。すると空気を読んで一番勇気のある学生が手を挙げます。場の空気を読んでみんなが助かるように動く。これってすごく日本的じゃないですか？海外では答えたい人が手を挙げる。間違えても気にしないということが多いですよね。周りのことは特に気にしません。最後に3つ目。空気を読む
ことがいいこととして教えられています。日本では小さい頃から人の気持ちを考えなさいとか、言われる前に動きなさいってよく言われます。私も小さい頃によく親や先生からこんなことを言われました。相手がどう思うかを考えなさい。言わなくてもわかるでしょ。自分がされて嫌なことは相手にも同じことをするな。こんなことをいつも言われて育ちました。大人になった今でも相手の気持ちが完全にわかることはないですが、っていうかそんなことは不可能ですが、少なくとも自分が相手の立場ならどう思うかと考えるようになりました。空気が読める子はいい子だと思われやすいです。海外のある国では子供は迷惑をかけて当たり前という文化があると聞いたことがあります。皆さんの国ではどうでしょうか？日本と海外のどちらがいいとは言えませんが、このように子供の教育にも違いがあると思います。それでは今回のまとめです。じゃあ結局、海外に空気を読む文化はないのかというと、そんなことはありません。どの国でも人の気持ちを考えることは大事ですよね。ただ、日本ではそれが当たり前として社会全体に広がっています。言葉、考え方、教育、仕事など、あらゆる場面で空気を読むことが求められます。だから、文化レベルで空気を読む社会だと言われるんですね。ということで、今日は空気を読むって何？日本だけ？というテーマでお話ししました。感想や自分の体験などをぜひコメントで教えてください。ちなみに空気が読めない人のことを KY と言います。空気読めないで KY です。あなたの周りにも KY はいますか？それでは今回のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このポッドキャストが気に入ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。じゃあ、バイバイ。おやすみなさい。いってらっしゃい。